本で絶対正しく報道されないアメリカ大統領選挙のニュースのアップデートをさせてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして最近新規でチャンネル登録してくれた方に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。もうアメリカもそうだからこそ日本は間違いなく正しく報道されてない。もしくは全く報道されない。無視されているアメリカの大統領選の、最近のスティーブ的な見方をさせてください。今週のキーワードはフェイク。フェイクニュースはもちろん前からあるんだけど、バイデン政権およびハリス副大統領のフェイクさは今までの数倍、数十倍、数百倍、数千倍臭いんだよね。見れば見るほどバレちゃいます。まずは、もう40何日か50日近く候補者になってからハリス、やっとインタビュー受けたんですよ。副大統領のウォルズと隣にインタビューを受けた情報が多分日本にあったと思うんですが、CNN でまず受けたんですよね。CNN はもちろんバイデン政権よりの放送局としてやりやすい。質問も間違いなく最初から決まってたのにもかかわらず、全くね、ちゃんと答えられない人なんですよ。質問とかは先に出てるのに、そしてよく見れば、そのインタビューの様子を見れば見るほど、ハリスずっと下を覗いたりするんだよね。メモもあったんじゃないですか。メモもあったし、質問最初にもこういうふうにしてくるっていうのもあったのにもかかわらず、ちゃんと答えもできない人なんですよね。とにかく台本かそこには書いてない限りは言えない、自分から喋れない人と分かった。でももっとショッキングだったのは、彼女を選んだ副大統領の候補者のウォルズをさらに何言ってるのか何をやってるのか、ちょっと変わってる人なんですよね。彼と彼女がトランプを見て、この人は変だよ、この人おかしいんだろうと言いながら、どっちがおかしいのって明らかに見れば見るほどバレちゃいますよね。おかしいんです。この数十日間の間、彼女は1回しか受けなかった CNN 自分よりのインタビューなのに、トランプはちなみに30何回、副大統領の候補者のバンスと一緒に30何回もいろいろなところ、自分よりのところじゃなくて、どこでも誰にも質問を受けるトランプ。誰からも逃げようとする、離れようとする、話しようとしないハリス。今はこの現状なんですよ。全く彼女が質問を受けようとしてないです。演説とかはしてます。演説の時は自分からお話しするんじゃなくて、もちろんこことこっちにも、ってもう流れてくる台本があるから、一応バイデンより演説が台本があると上手に読めるんだけれども、そういう演説の時の面白い、さらにフェイク臭いなーというところがどんどん出てくるんですよね。ハリスはどこで誰に対して話しているかによって喋り方を方言を変えちゃうんですよ。自分はカリフォルニア生まれらしいんだけど、普通のなまってない普通の英語なのに南部の方に行って黒人の前で演説しようとすると黒人らしい訛りになっちゃうんですよ。同じスピーチと違うところに行ったら全く同じスピーチなのに全然違って聞こえてくるところがあるので、ちょっとだけ覗いてください。You know, everywhere I go, I tell people, you may not be a union member, but you better thank unions for that 5-day work week. You better thank a union member for sick leave. You better thank a union member for paid leave. You better thank a union member for vacation time. 64 days until the most election of our lives. Let's just get through the next 64 days. How about that? 違いが分かりましたか？全然違うんだよね。フェイクじゃないですか？この人は。どこにいても一緒だっていうトランプ。トランプをどこにいてもブロンクス、黒人、ヒスパニックしかいないところにいても同じトランプ。お金持ちのあるどっかの郊外にいてお話しすることも何の違いのないトランプなのに、わずかしか喋れないハリスがその時によって、その時の相手によってどんどん変わるカメレオンなんだよね、彼女は。その時によって変わる。
そういう人なんですよ。彼女も大きく今週から特にその受けたインタビューの中でアメリカの国内でえらい問題になっている不法移民の問題、公共の問題、それについてまたもう衝撃的なもうショッキングなことを言ってましたよね。自分は大統領になったら壁も作ります。壁を作るの建てるのって公共に。そしてさらに移民法を破った人たちに罪がないといけないです。罪します。とかって言う。自分は大統領になったら、この今の問題をもう全部解決します。治りますって。お前は3年半前から、ほぼ4年前から、自分の仕事だったのに何もしてなかったことは大統領になった時に全部治るの？全部直せるの？もう今まで言ってきたことと、トランプに対してバカにしていたことは、それも全部パー。で、これからも大統領になれば、もう全部 OK になる。なるほどね。そうですよね。っていう人もいるんですよ。このアメリカに、日本にも。なぜかというと、報道されるのは前のこと、彼女言ってたこと、明らかに言った壁をね、作る意味がない。公共のね、自分をリーダーなのに、全く責任取らされない。マスコミから何も言われない人がフリーパスだった、この3年半。なぜかというと、彼女は何もできないんですよ。その能力、知能がないです。できない人間です。今となったからこそ、彼女今トップになったからこそ、バレてるのは、絶対これも報道しないですよ。DEI。彼女は DEI。今度の動画でまた詳しく説明させてもらうんだけど、D は Diversity。多様性。E は Equity。公平性。I は Inclusion。包括性の意味なんですよ。これは DEI。4年前にちょっと戻りましょう。バイデン大統領は明らかに候補者になった時に自分の隣に黒人の女性じゃないと副大統領にならない。私は選ぶのは黒人の女性です。黒人の女性のいっぱいの優秀な人がある中では、ハリスと同じ民主党の中でも全くできなかった。全く誰も支持しようとしなかったハリスは黒人、インド人、女性、バイデンから見ると完璧な人だったとして選んだんです。できるかできないか、実績があるかないかって、それは関係ないです。ね、多様性と公平性で、包括性、それしか見てないです。隠れた3年間で今表に出てきたハリスに質問があっても答えられない。何かに聞かれたら全くちゃんと答えられない。もう変なことが、いつも、って何言ってるのか、同じ英語なのに、何言ってるのか分かんない。子供みたいに喋ることが多いです。子供より、中学校レベルより、今何言ったのって分かってるのかと。この人が副大統領、アメリカの2位にいて、今の大統領が亡くなられたら、何かがあったらこの人が大統領になれることもあることが、ショッキングなニュースです。さらに、彼女はどんだけフェイクなのかっていうのはね、これが一番印象的だったです。質問からも逃げようとする。質問を受けようとしない。この動画見てください。車から降りてくる、もう、すごいお忙しそうに見えるハリス。ケーブル式の iPhone にワイヤー付きのイヤフォンっていうのは何なのかという、まずそこからなんだけど、副大統領、ちょっと質問があります。答えてください。もう忙しいからと答えられないように見えるんだけど、飛行機に乗ろうとする直前に振り返って、イヤフォンがつながってるのに、今度、携帯をここに持ってこようとするのは、演技さえもできないんだよね。バレちゃうんだよ、どんだけフェイクなのか。どんだけみんなからも質問から逃げようとしているのか。どんだけ自分は何も答えられないのかっていうことを明らかにバレてきていて、今まで本当に民主党よりの人たちでも、って思ってる人が多いです。民主党党大会が終わって、大体党大会っていうのは終わった後、
もう特にメディアがもう全部150%、200% 以上でハリス、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 全世界、日本のマスコミハリス、ハリス、ハリスってその凄さを言いながら、普通は支持率がコーンと上がっていくはずなんだけど、正直にちょっとなんかあったようですが、そこから1週間、たった1週間で、ピシッ消えた、なんかピシッて破れた風船のようにピシッてなって、トランプは毎日のようにポッドキャストに出たり、動画出したり、また演説したり、インタビュー受けたり、簡単なところではないですよ。難しいところ。自分のヘイトのある人たちに直接答えたりしながら、ハリスはいない。消えている。どこにいるのか。その間にアーリントン国立墓地で13名の兵士がアフガンで殺された兵士のセレモニーの時にトランプしか行かなかったんですよね。ハリスはすぐその場にいたのに、すぐ近くにいたのに行ってない。隠れてる。で、隠れた感じでは文章だけを出したり。それはまた後ほど違う動画ではそれについても話してるのはひどい話ですよ。ひどい。彼女はフェイク。彼女を選んだウォールズもフェイク。ウォールズのご家族、みんな出てきて、この写真見てください。ウォールズ・フォー・トランプ。みんながトランプを支持しているんですよ。ご家族ですよ。と思うんだよね。自分の家族さえも支持してない。おかしい人です。彼女もおかしいです。チームおかしいかける2。大統領その世論調査というのがあるのはあんまり信じてはいけないですよ。多分日本のニュースでも、ハリスが上がってます。ハリスは今50何%トランプより上がってる。どんどんそっちの方に向かってるというニュースしかないんだろうと思うんだけど、あれかもそうだから。信じてはいけないですよ。それね、人をね、なんていうの、やる気とか、これからなんていうの、トランプにしなきゃという人の気持ちとかを潰すためのニュースでもある。フェイクニュース。フェイク候補者、フェイク副大統領、フェイク大統領、すべて自分たちがやってるのはフェイクなんですよね。言ってること、やってること、なんていうの、見せようとしていること、喋り方など、もう根本からフェイクなので嫌です。政治家のフェイクさんが嫌です。日本人の政治家だろうが、アメリカの政治家だろうが、フェイクが一番嫌なんですよ。考えてから全部言うんですよね。わかる？選ぶ言葉とかもあるんですよ。決まってる言葉。トランプにそれがないから新鮮。本当にこの人はリアルみたいな、ビジネスマンみたいな、ニューヨーカーみたいにもう喋ることが新鮮。なぜかというフェイクに聞こえない。フェイクの匂いもしない。フェイクというのは多分できないことなんですよね。逆にリアルになれない今の政権、大統領、今度の副大統領、今度の候補者までのことについてちょっと腹立って日本で報道されてないだろうからこそ報告をさせていただきました。スティーブ的視点のスティーブと言います。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最近メンバーシップってこのチャンネル上ではまた別でメンバーシップが始まりました。メンバーシップに特典はいろいろあります。バッジとか絵文字とかオリジナルのものと、そしてメンバー限定の動画も月一度も上げたり、他にも視聴者への呼びかけとかもあるので、よかったらメンバーシップの方も見てください。近いうちにそのメンバー限定の動画を作ってアップしようと考えているので、その前によかったらメンバーシップの方をチェックしてみてください。そしてスティーブ的視点のグッズもいっぱいあります。ステッカーも T シャツ、キャップなどなどいっぱいあります。stevepob.jp もチェックしてみてくださいね。これから選挙にもうあと2ヶ月しかないです。60日です。正しく報道されないニュースの代わりに、私の意見になるんですが、ジャーナリストじゃないですよ。いろいろ自分で見てきた中を自分の頭の中で解釈したものをピックアップして皆さんにプレゼンテーションをしようとしています。自分の気になった、もう嫌になった日本もそうだし、アメリカもそうだし、今起きていることについて、これからもちょっと報告、アップデートなどをさせて、いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、よかったらこれ以外にも Twitter、Instagram、Facebook もやってるので、@StevePOV、そちらでのフォローもよろしくお願いします。日々、前進。笑顔で前向きにやっていきましょうね。アメリカと日本のためによろしくお願いします。ではまた次回まで失礼します。